こんにちは、月島です。今回は前回の動画でベース録音したフレーズに乗ってしまったノイズを除去していきたいと思います。使用するプラグインは予告通りアイゾトープ社の RX8 に含まれるスペクトラルでノイズで行います。比較としてウェーブス社の X ノイズでもどうなるかトライしてみました。目次です。ノイズの確認、スペクトラルでノイズについて、ノイズを除去する、X ノイズと比較、最後にまとめと次回予告です。それではまずベース音源に入ってしまったノイズの確認をしていきたいと思います。私の持っているベースの場合はトーンがフルの状態で指弾きした時にノイズがよく入ります。それでは確認していきたいと思います。お分かりいただけたでしょうか？ G というノイズがフレーズ全体にだいぶ入っています。ちなみに同じフレーズをピックで弾いた場合です。ほとんどノイズは出ていません。録音方法はベースをケンパーに接続してオーディオインターフェイスからパソコンの DAW でレコーディングしています。アンプは使用しませんのでベースから発生しているものと思われます。正直ノイズの原因はなんとなく気がついていますので、それは次回以降の動画で検証して突き止めていきたいと考えています。次はパソコンの画面に移行してノイズ除去用プラグインのスペクトラルでノイズについて見ていきたいと思います。これは RX8 の中に含まれるプラグインの一つです。RX8 にはエレメンツ、スタンダード、アドバンスという3つのグレードがあり、スペクトラルでノイズはスタンダードとアドバンスに含まれています。基本的には左上にあるラーンボタンをクリックして音源を再生し、ノイズのプロファイルをプラグインが分析し、そのノイズを信号から差し引くことによってノイズを除去します。例えば喋っている場所以外のノイズをプラグインに分析させてナレーション部分から引くことでノイズを除去します。この辺の操作や結果は以前ナレーションに入るホワイトノイズの除去と EQ コンプ処理の動画ということで公開していますので、気になる方はそちらの動画をご覧ください。ただ今回のケースは演奏したフレーズの上に乗っているノイズです。ベースフレーズをランしてしまうとベースの音もノイズの一部として認識されてしまいます。ランが使えない状況です。そんな状況なのですが、このプラグインは見事にノイズを消してくれますので、次は実際に操作していきたいと思います。先ほどお話ししたようにラーンができない状況でノイズの分析はどうするのかと言いますと、デフォルト設定で何もしないという使い方を私はしています。これが正解かどうかは定かではないです。ちなみに現在プラグインはトラックに挿入しただけでデフォルトの状態です。再生します。見事にノイズが消えてベースだけの音になっています。バイパスで再生します。またオンにして再生します。このままでもいい気がしてしまいますが、少しだけ調整をします。プラグインの左下にアウトプットノイズオンリーというボタンがあります。
ここを押して再生すると元の音からカットしている音だけを聞くことができます。つまりプラグインがノイズとして判断して除去している音です。再生してみるとノイズに混じってベースの音も結構入っています。ノイズはしっかりと消したいですけれど、ベースの音はできるだけ残したいので、ノイズを消す力を少し弱くしたいと思います。それを調節するパラメーターはプラグインの右側にあるリダクションです。このスライダーを上に持っていくとノイズを消す力が強くかかり、下にすると弱くなります。ここを操作してノイズが気にならなくなるギリギリのポイントを探していきます。まず0にしてみます。再生します。これはプラグインがかかっていないのと同じです。次は5にしてみます。再生します。ノイズの量は減っていますが、まだまだ残っています。もう少し数値を上げてトライしてみます。いろいろと探した結果、9くらいが良いのではないかと思いました。再生します。デフォルトの値が12でしたので、3つノイズを除去する力を弱めた形になります。次はウェーブス社の X ノイズと比較してみたいと思います。私が普段よく使うプラグインにウェーブス社の X ノイズがあります。これもスペクトラルでノイズと同じように LAN で分析してノイズを除去するプラグインです。スレッショルドとリダクションの値をこのような設定で挿入してみたところ、こちらもベースのノイズを除去することができました。再生します。だいたい消えていると思います。次はスペクトラルでノイズ除去した音を流してみたいと思います。どちらもいい感じだと思います。次はまとめと次回予告です。録音後に思わぬところでノイズに気づき悩まされるケースは多々あります。ノイズ除去用のプラグインが DAW に標準で付属しているとありがたいのですが、そういったケースも少ないです。そのためサードパーティー製のプラグインを購入する必要が出てきてしまいますが、一つは持っておきたいプラグインだと思います。そして次回からはベースに乗ってしまったノイズがどこから発生しているのか検証してみたいと思い、 LED 検電ドライバーを購入してみました。次の動画で開封レビューをしてベースで導通検査をしてみたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。